こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回の世界一周旅いかがだったでしょうか。実はですね、もう私は世界一周旅を終えて、帰国をしてもう日常が戻っている状況です。動画の方はちょうど前半が終わる頃かなっていうふうに思っているんですけれども、そのタイミングで今回こちらの動画を公開させていただこうと思います。ちょうどですね、ソニーバンクウォレットのキャンペーンがやっていますので、前回ですね、実は12月にもキャンペーンやっていたんですけれども、その時はあまりにも早く終了してしまったためにですね、紹介間に合わなくなってしまったので、今回キャンペーン間に合えばいいなっていうふうに思うんですけど、こういうキャンペーンが結構な頻度でこれからあるんじゃないかなっていうのを予測して動画を撮らせていただいておりますので、もしですね、これからマイルを貯めようっていうふうに考えていらっしゃる方がいれば、参考になる動画になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。私が本格的に ANA の特典マイルを貯めようと思ったのはかなり前にはなるんですけど、それはですね、ちょうど家族旅行を終えた後ですね、マイルがある程度溜まってたんですよね。飛行機で飛んだマイルになるんですけれども、家族のマイルを合算するとある程度なマイル数になったんですね。で、その後コロナになってそのマイルが使えなくなったんですけれども、その3年間っていう期限があるんですが、それを延長してもらったりして、なんとかね、そのマイルを使い切るような感じのスケジュールが組めるようになったんですよ。それがちょうど2023年の北欧周遊という動画もね、公開させていただいているんですけれども、そのあたりからマイルを使うようになりました。ただその時はですね、まだこの ANA の特典マイルのうまい活用法っていうのを知らなかったんですよ。でその後いろいろ知るうちにですね、ビジネスクラスでこの特典マイルを利用した方がかなりマイルの価値を上げられるっていうことが分かって、2024年の旅からはビジネスクラスを利用するようになりました。なので普段のこの日常でビジネスクラスを取ろうと思うとかなり高額になってくるので、私みたいなそんなに収入のない中でもこの ANA の特典マイルでビジネスクラスに乗れるっていうのはかなり夢があるなという感じで、特典マイルを利用するようにしています。ただ私はですね、普段から飛行機に乗るわけではなく、日常でマイルを貯めるというオカマイラーという立ち位置になります。そこで今回紹介したいのがソニーバンクウォレットになります。以前にも紹介したことがあるんですけれども、やっぱりこれがあったら便利だなっていう旅にも役立ちますし、マイルも貯めやすいのと、あとキャンペーンがですね、かなり多くやるようになったので、ぜひこの機会にですね、皆様に知っていただいて、いいタイミングで入会してもらえたらいいなと思っております。で、今回のこの紹介するソニーバンクウォレット、今回のキャンペーンは最大で3万マイルなんですけれども、どんな条件になるのかなっていうと、まずはソニーバンクウォレットの口座開設、そして一番大事なのがこの ANA マイレージクラブに登録するということになります。またですね、ソニーバンクウォレットの新規発行、このカードを作りましょうということですね。そういう感じになってきます。この口座開設っていうのはソニーバンクの口座を開設してくださいということです。これがすべてセットになってますのでお気をつけください。これはですね、クレジットカードではございません。デビットカードというふうになっていて、例えばお買い物をする際に口座から自動引き落としになるっていう感じのイメージです。クレジットカードはまとまった額を次の翌月に支払いになるんですけれども、デビットカードは即時決済になるので、銀行に口座の残高がない場合はお買い物ができないというカードになってます。なのでメリットとしては、海外とか日本国内でもそうなんですけれども、不正利用された際にですね、口座の残高分しか利用されないので、被害を最小限に防げるということがあります。で、デメリットとしては、先ほど言ったように残高がないと利用できないので、海外でも例えば残高がないとタッチできないとか、交通系のタッチができないとか、そういうこともありました。なので、そういうデメリット、メリットがあるんですけれども、クレジットカードではない分ですね、私は結構おすすめかなっていうふうに思ってます。もう一つおすすめの部分があるんですけれども、こちらはまた後で紹介していきたいと思います。で、今回はですね、ショッピングマイルがありますので、この日常でこの利用される額に合わせて、結構20万以上で18,500マイルもらえるっていうのはかなり大きいですね。通常マイルは1000マイルになりますので、
こちらはですね、私のおすすめは、Apple ギフトカードを買うとか、Amazon のギフトカードを買うとか、そういう風にしておけばですね、今後高いお買い物を買う予定があるとか、そういうことを想定して別のところに貯金をしておくというようなイメージです。Suica にチャージするとか、楽天エディにチャージするとか、そういうのではチャージ対象になってないようなので、そのあたりは気をつけられるといいかと思います。Amazon とかね、結構ネットショップされる方はですね、Amazon のギフト券って若い子にプレゼントするとすごく喜ばれると思うんですよ。例えばお子さんにギフト券でお祝いしようとか、他にもいろいろ用途があるので、20万をまとめてギフトチャージするんじゃなくて、例えば1万円ずつチャージしておくとか、そういうこともできるかと思いますので、そんな風に活用してみてはいかがでしょうか。で、こちらは無条件で入会マイルっていうのがあります。こちら500マイルになってます。で、私からも紹介はできるんですけれども、紹介をするとですね、このマイルもらえなくなりますので、ぜひ紹介ではなくご自身でホームページから入会されることをお勧めします。この500マイル小さいようでかなり大きいです。なのでまずこの入会マイルはもらっておきましょうという感じですね。それから特典2になるんですけれども、例えば会社勤めされている方、給料とか賞与の受け取りで最大1万マイルをプレゼントというふうにあります。で、お給料もらわれている方は15万以上っていうのはすぐにもらえるのかなっていう印象ではあるんですけれども、こちらも条件があって、6月26から9月30日までで1回、そして10月1日から31日までで1回、これがそれぞれ10万以上でないと対象にはなっていないということなのでお気をつけください。で、今から例えば会社の方で申し込むと9月30、10月30っていうのは間に合うんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。で、私の場合はですね、残念ながらこの10万円以上15万円未満っていうのにも満たないぐらい収入がですね、給与振込の場合は少ないんですよね。残念ながらこの条件に満たなくって、この5000マイルももらえないということで、今回は私はキャンペーンの対象外になってしまいました。ということで、参加される場合は参加登録を必ずして申し込みをこのホームページからされることをお勧めします。こちらリンクの方は概要欄の方に貼っておきたいと思います。で、この後はですね、この講座を開設した後のおすすめな ANA マイルが貯まる方法を紹介していきたいと思います。それでは講座を開設した後ですね、見ていただきたいんですけれども、このソニー銀行の口座のページから商品サービスというところをクリックすると、こんな感じで画面が現れてきます。そこにあるのがこの ANA マイル付き外貨定期預金になります。私が普段使っているのがこちらになります。まずクリックしていきます。こちらがですね、資産運用しながらマイルが貯まります。これ以前にも紹介したことあるんですけれども、改めてもう一回紹介させていただこうと思います。今ですね、かなり円安が進行していますので、今日本円から外貨に移行するのは抵抗ある方非常に多いかと思うんですけれども、もうこれを機にですね、日本円って本当に価値が低くなってます。なので日本円ではなく外貨預金も資産の中に含めていくということをされるといいかなというふうに思います。で、この外貨預金っていうのはですね、どういうシステムかっていうとですね、通常は利息がつくんですけれども、こちら見ていただくと分かるように金利の方はほとんどつかないような感じになってます。その代わりにマイルが貯まるというような仕組みになっています。マイルを貯めない方はですね、普通の外貨預金、こちらの方も見ていくとですね、定期預金は 6% とかかなり高くなってます。これはちょっとひとまず置いといて、先ほどのページに戻りますと ANA マイル付き外貨定期預金、今回は ANA マイルを貯めるというのを前提に紹介していきますね。で、ここの中を見ていくと、私が普段利用しているのがこっちの US ドルになります。私は最初ね、3ヶ月とかをやってました。3ヶ月ずつ見直していって、日本円に1回戻してもう1回買うっていうようなことをしてた時があります。それは US ドルが148円とかそのぐらいの頃だったんですよ。まさかね、160円を普通に超えてくるとは思っていませんでしたので、現在私が持っている US ドルは158円当時のものです。
なので今日本円に戻すとプラスにはなるんですけど、もうこれはねこのままドルで持とうということで今回は預け入りをしていこうと思ってます。で、私が今回利用するのは6ヶ月ですね。今後ですね、また半年後ぐらいにまたアメリカの方に旅行を予定していますので、その時に必要分だけ下ろせるようにしたくって、今回は定期は6ヶ月にします。で、あと他見ていくとですね、オーストラリアドルとかもありますけれども、ちょっとだけ試しにしてみたいなっていうのにおすすめなのがですね、こちらですね、このセックって書いてあるんですけれども、クローナになります。クローナはですね、あんまりこの金額の変動が少なくって、私が2023年に旅した時は20円ぐらいだったんですけれども、その後もしばらく見てたんですけれども、そんなにね値動きしてないので結構おすすめかなと思ってます。その分ですね、マイル数もすごく少なくなってます。だけれどもちょっと試しにやってみたいなっていう方はここから始められることをおすすめします。だから値動きが激しくないものからやっていくと、ちょっと安心材料になってくるかと思います。あとはチャイナとか、あと香港も入ってきましたね。これ最近じゃないかなと思いますけれども、あとイギリスとカナダ、アフリカランドの方もおすすめです。ちょっと今後私は見てマークしていこうかなっていうふうに思っているところです。で、ユーロの場合はですね、3都市で見ると100ユーロあたり58マイルになってるんですが、US ドルの場合は100 US ドルあたり129マイルになるので、もう圧倒的私は US ドルをおすすめしています。画面の方をずっと下の方スクロールしていくと、マイル獲得シミュレーションっていうのがあるので、こちらをポチッとクリックしていきましょう。そしてちょっと下の方に行くと、預けてマイルというところですね。これがマイル付き外貨定期預金っていう風になります。これで US ドルを預けますってなった時に、ここに入力をします。例えば100ドルにして、今言った1ヶ月だとどのぐらいになるのかなって試算すると132マイルになります。これ1年間で貯まるマイル数になります。そしてこれを額を上げていきますね。16万ぐらいにするとどうなるかっていうと、ゼロが1つ増えていくような感じになります。これが100万単位になるとどうなるかってなると、1年間で1万3200マイルとかいう風になってくるんですよ。で、今郵便局の定期預金もほとんど口座に利息がつかないですよね。で、預けっぱなしの預金がある場合はですね、こういうふうに外貨で動かして、例えば旅行に行く資金になるようなマイルが貯まるっていうね、自分の利息よりももっと自分に戻ってくるこの体験型っていうんですかね、ぜひ寝かせてる預金とかがあったらこういうふうに活用してみてはいかがでしょうかという私の提案でした。これはですね、ご自身の資産に合わせてやられるといいかと思うんですけれども、ここでちょっとですねシミュレーションをしながらちょっと旅を妄想するっていう機会になるといいかなっていうふうに思います。ちょっと夢がありますよね。こんな感じで私はですね預金をしてマイルを貯めているような感じになります。私はですねこの50代っていうのはやっぱり一番まだね体が動く時期だなっていうふうに感じてますので、40代の時のように、いろんな気にすることが少なくなりました。一番気にしなきゃいけないのは自分の体とか健康とかそういうところになるので、体が言うことを聞かなくなる前にちょっと自分の資産をこういうふうに運用して楽しもうというふうな感じで気持ちを切り替えてますので、ぜひ私と同じような方がいらっしゃいましたらですね、ぜひこんなふうにマイルを貯めてみてはいかがでしょうかという紹介になりました。ではこの後ですね、定期預金の申し込み方法で一つだけ注意しなきゃいけないことがあるので、そこだけ最後紹介して終わりにしたいと思います。まず定期預金申し込みを押しますね。そうすると外貨定期預金にするのか ANA マイル付きにするのかっていうふうに選ぶことができます。 ANA マイル貯める場合はこちらを選んでください。で、通貨の方はこちらから自由に選んでいただいて、私は米ドルが今残ってますので、こちらの米ドルの方で手続きをしていきます。期間指定のところはここで申し込みができますので、ここで1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月っていう風に選んでいきます。で、私は今回6ヶ月を選びます。
そしたら今度はですね、円普通預金から預け入れにするか、外貨普通預金から預け入れにするかっていうふうにあります。私は今回、外貨普通預金の方から預け入れをしますので、こちらにチェックします。で US ドルで指定していくんですけれども、一番気をつけてほしいのがここになります。こちらの満期の取り扱いに関することなんですけれども、 ANA の特典マイルついてる定期預金は自動解約のみの扱いになります。ここ本当に注意です。でここでですね、円普通預金に入金っていうふうにしてしまうと、その解約当時のレートで解約されます。で今預けた時よりも円安になっていればいいんですけれども、円高になっている場合はマイナスになってしまいますので、なのでここは必ずこちら外貨普通預金に入金自動解約というのを選んでください。そうするとドル建てのまま自動解約になりますので、自分のこの為替を見ながらタイミングのいい時に日本円に戻すということができますので、もしその時に例えば今みたいに円安になってたっていう場合はプラスになりますので、1回日本円に必要なければね、日本円に戻してあげればプラスの金額になり、さらにマイルも貯まるっていうホクホクな状態になるんですけれども、そのまま US ドルを利用する機会があるとか、もっとマイルを貯めたいっていう場合は1回自動解約になって US ドルのまま持って、またさらに定期預金でこのもう1回預け入れをするというような感じで、自分で複利を得ていくような感じになるんですけれども、その手続きができますので、必ずこちらは US ドルに入金というのをチェック忘れないようにしてください。で私は過去にですね、実は専業主婦の間はですね FX をかなりやってました。で FX をやってその円安になった時のタイミングで円に換算してプラス料金になるっていうのをやっていて、結構貯金を貯めてそれで旅行に行くというようなこともしていたことがありました。今はね頻繁に見ることができないので、全く今やってないんですけれども、それもねあんまりやりすぎるとかなりリスクがありますので、私はなんとかプラスマイナスゼロでセーフだったんですけど、結構値動きが為替は激しくなりますので、ここは注意が必要かなっていうふうに思います。この後ですね、ドルがいくらになっていくのかっていうのは私にも予測がつきませんし、今後の未来、例えばまたですね110円に戻ったりとか、私は78円の時代も知ってます。家族旅行で行ってた時は、イギリスのポンドとかもですね120円の頃がありました。ユーロに至ってはですね110円とか120円ぐらいが高いかなっていうぐらいの時代でした。本当に今思えばですね、いい時代に家族旅行できたなっていうふうに思うんですけれども、こんな風にマイルを貯めながら自分の貯金がマイルに変わって旅の資金に変わるっていう風な、ちょっと思考を変えてやってみるっていうのも、いいかなって思いますので、ぜひ今を楽しんで皆様今回の動画参考になればと思います。こういうマイルの貯め方もあるよということで、ちょっと頭の片隅にでも置いていただけたらと思います。なので貯金をして買い物もソニーバンクウォレットにするっていう風にすれば、クレジットカードを持たなくても貯金さえあればマイル貯まっていきますので、ぜひこんな活用法参考にしていただけたらと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この後またですね、世界一周旅の動画の編集頑張っていきますので、ぜひ引き続きですね、動画の方ご覧いただけると嬉しいです。この後はですね、東ヨーロッパの方回りますのでね、結構楽しんで回ってきましたので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もう一つ調べてたのが JAL の方のマイルなんですよ。私は JAL マイルは与論島に行った時に少しマイルが溜まってて、そのマイルがね4000マイルぐらいあるので、それがね、来年の1月に切れちゃうので、それをなんとか有効活用するためにちょっとマイルを動かそうかなと思ってて、で楽天ポイントは ANA マイルにも変えられるし JAL マイルにも変えられるから、そっちはまだねプールしてあるんですよね。でもう一つはモッピーっていう、どうやらそのポイントサイトが一番いいらしくって、で私はモッピーも今年から貯め始めてます。でモッピーはですね紹介で入った方が絶対お得なので、これは
明治の小部屋の方のどっかの動画の中の概要欄に入っていますので、新しく始める場合は友達紹介で入った方がいいので、ぜひそれ活用してみてください。そうするとね、モッピーはね、なんかうまく貯めると JAL マイルがね、その貯めた分の 80% で JAL マイルに還元できるらしいんですよ。で JAL マイルを今度貯めていく理由はですね、なんと JAL も世界一周の特典マイル航空券があるってことが分かったんでもうこういういいものは多分すぐなくなっちゃうんですよね。多分 ANA がなくなっちゃったぐらいだから。だからちょっと目指してみてもいいなって思ってて、で別にビジネスじゃなくてもいいなって思ってて、そうするとエコノミーでも取れるから、で少ないマイル数でやればちょっと今回の復習みたいになるけど、なんかできるかなと思ってて、なんかちょっと狙ってみようと思ってます。だからここからJAL マイルに関してはですね、クレジットカードは使わずに貯めていくような感じだから、モッピーだけで多分貯めていくと思います。モッピーとあと楽天ポイントで貯めていくような感じになりそうです。であとなんか JRE ポイントも JAL に変えられるらしくって、私 JRE ポイントって電車に月に2回しか乗らないのに蓄積されてて、今6000ポイントぐらいあるんで、なんかそれも JAL マイルに変えられるらしいんですよ。だからちょっとうまいことやってまた行きたいですね、世界一周。やっぱ面白い、世界一周は。